こんにちは。こんにちは。特技何ですか？特技、足を舐めるっていうのを、一般の女性にしてるんですよね。女性から依頼されますか？いや、依頼は、X とか、そういうので、今度私の足も舐めてくださいとかあるんですけど、場所が遠くて、なかなか実現してないんですよね。どうやって最初に足を舐めるように始めたんですか？タッチーネさんがナンパをしてくれて、それで足のマッサージしてあげたらなって、マッサージをしてる間に、このいいところに、タッチーネさんスマホを向けて、録画して、そしたら合図で、パクッと足を舐めるんですよね。足、何個舐めたことありますか？まあでも意外とそんな大量でもなくて、25人ぐらい。一般人にとっては大量だと思います。そうですね。足を舐めてお金もらえますか？お金いや、もらえないです。ただ、いろいろ X とかに上げて、なんか、もっともっと足を舐めてる動画出してくださいとか、そういうのが多いですね。動画が欲しい。他に、何か AV とか関わってやれますか？ AV の元知る男優で、今、2015年に、引退してしまいました。AV の経歴の中で何人とやしましたか？僕は知る男優だから、何人とセックスしたっていうよりも、何人の女性の顔にかけたっていう感じで、でもそれは毎日撮影があったので、毎日かける24年ぐらい。毎日かける24年ね。ちょっとその暗算難しい。もう数えられないですね。電卓がないと。それが、5年ぐらい続いてますか？24年ぐらいずっとかけ続けて、今は、もう、インポになってしまって、もう男として終わってしまいました。これ悲しいですか？いや、もう今後一生セックスができないので、それに代わるなんか楽しみを見つけないとなって、もう老後の人生みたいな感じですよね。一番、恋しいっていうか、懐かしい、現役 AV 男優の時は、何だと思いますか？一番懐かしい。そう思ってること。及川奈緒さんとか、愛花さんと一緒に共演して、やっぱり、愛花さんは、生中出しっていうのを2回できたことが嬉しかったですね。AV 業界で性病とか気にしませんか？性病検査、毎月あるんですよ。その中で、一回、梅毒っていうのがあって、もう、いや、これは大変なことだ。もう自殺レベルだと思って、もう全部仕事を断って、しょんぼりしてて、ずっと家に引きこもってて、そしたら、仲間の男優の人がいろいろ遊びに来てくれて、別の病院でも検査した方がいいんじゃないって言われて、検査したんですよ。そしたら全然陰性で、病院の間違えたんですよね。なんだっけ、偽陰性なんていう？偽陽性。偽陽性、そう。珍しい。そう、それでもう本当に命の危機がありましたよね。でもそれに毎月その検査を取ってれば、偽陽性が発生するんですよね。そう。確率的に。他になんか好きな相手、AV 女優、何人いましたか？でも茜蛍っていう自殺しちゃった AV 女優さんと、愛花さんと、2人ぐらいですかね、結構いいなと思ったの。僕意外と、なかなか面食いっていうか、相性が合う人が少なくて、少ないんですよ。そういう AV 業界でそういううつ病とか多いんですか？なんか自殺したっていう。女優さんで多いですよね。男優でもいるんですけど、結構、男優で自殺した人とか、なんでこんなに仕事がたくさんあるのに自殺しちゃったのかって不思議になる人とかいますよね。不思議。僕みたいな仕事があんまりなかった人でも生きてるのに、たくさん仕事があって、もうチンコもビンビンに立って、ビンビンね。セックスもたくさんできてるのに、たくさんね。自殺してる人が不思議でしょうがないですね。それなぜ自殺するか仮説ありますか？いや、理解できない。世の中で一番嫌いなものは何ですか？一番嫌いなものは、エイズとか病気ですね。日本で周りにかかった人いますか？いや、聞いてない。よかった。それ気をつけるべきだと思いますか？いや、気をつけるようにも気をつけられないです。くじみたいなもんで。ゴムよく使いますか？人。使います。よかった。ソープランドにこの前行った時もゴムをつけてやろうとしたんですけど、もうインポだからできなくて、悲しかったですね。悲しいです。世の中で一番好きなものは何ですか？
好きなものは、美女の、なんていうか、隠れてるおっぱいが好きですね。隠れてるおっぱいってどういうこと？要は、ストリップとか AV とかだと、普通にペロンって出しちゃってるじゃないですか。うんじゃなくて、一般人の美女の隠れてるおっぱいを覗くっていうのが好きですね。ああ、確かに。隠れてるからこそ、美があるという。そう、別におっぱいとか乳首に僕は価値があるとは思えないの。だけど、そのシチュエーションというか、綺麗な女性の隠れてるおっぱいを、ただ見れたっていう時は幸せを感じますね。聞きたいんですけど、なんか、AV 業界で、交際とか、普通な付き合いとか、それ、ありますか？あるいは AV 業界で皆さん、一般人と違う風に付き合うんですか？AV 業界は男優と女優が付き合うっていうのはタブーなんですけど、意外と一流の男優さんとかは女優さんと、付き合ったりとかありますね。それって、一夫多妻とかあります一夫多妻っていうか、なんかやっぱ付き合っちゃうと、それがバレた時に罰金とかあったりとかして。罰金？まあ大変ですよね。理想があれば、どういうクリスマスプレゼントをもらいたいと思いますか？クリスマスプレゼントは、やっぱなんか、僕のタイプの女の子に、顔に乗っかってもらって、おしっこされたりしてもらいたいですね。素敵なプレゼントだと思います。どういうタイプって？タイプ僕は派手なギャルっぽいギャルの女の子で、派手で細身の女の子がもう大好物ですね。そういう、顔おしっこをもらったことありますか？あります。だけど、意外と口の中にしてもらうと、僕飲むのはちょっと苦手で、でもなんかお腹とかに出してほしいですね。まあみんな限界あるんですよね。熟女についてどう思いますか？熟女は僕は美人の熟女大好きなんですけど、やっぱり普通年を取るとみんな太ったり体型が崩れちゃうじゃないですか。いや、みんなのわけじゃないので、日本もすごく素敵な体型保ってる熟女とかあるんじゃないですか？いや、今そういう人は好きですね。なるほど。熟女をなんか定義するとなんか条件あります？いや、まあ年齢が高いっていうので熟女って感じですよね。まあ、それでその中で綺麗か、もう体型が崩れちゃってる人かの違いとか。そうですね。自分の経験人数わかりますか？いや、そんな多くないですね。なんか素人だと6人ぐらいしかいないですよね。で、ちょっと人生の中で？人生の中で、素人っていうのは、要するに、一般人では6人ぐらいで、あとは、風俗でお金を払ったり、撮影現場だったりすると、もう何百人かあるんですけど。ナンパはしますか？昔はナンパをしてて、それで、ナンパが職業になって、で、AV 女優を、輩出する仕事をしてました。すごい人生を送ってきたんですね。で、AV 女優を輩出する仕事をしたために、自分の彼女もみんな AV 女優にしちゃったから、彼女っていう存在がなくなっちゃいましたね。っていうことは、普通の女の子を付き合って、その普通の女の子を AV 女優にさせたっていう。まあ、そんな分かりやすく言うと。それで付き合ったっていう、付き合いそうになって AV 女優にさせたっていうか。どうやってその話持ち込むんですか？やっぱりお金ですよね。お金の話をして、どうかなっていう感じで。一般な女性はそれでも大丈夫ですか？だから何千人っていう女性の中から数人っていう感じで。そうだと思います。確率の問題ですね。じゃあ、あと一つ人生の願いがあれば何ですか？やっぱり勃起したいですよね。勃起しましょう皆さん。ありがとうございます。